G-SHOCK のフルメタルを買いに行って一番目についたティソ PRX デジタルを購入したので開封レビューしたいと思います。今回は9個の項目に分けて紹介します。1、箱を見てみましょう。前回購入したシースター2000の箱とはだいぶ雰囲気が違います。黒色の紙でできた箱に赤色の差し色があります。ティソスイスウォッチ新数1853と白色で書かれています。100% 再利用ができるウォッチボックスにクッションはリサイクルポリエステルを使って作られています。ウォッチボックスの蓋を開けてみます。蓋が大きく開かないので戻りやすいです。 PRX デジタルの登場です。危なく鏡面仕上げの文字盤に自分の顔が映るところでした。箱の内側にもティソのロゴがついています。箱から時計を取り出してみます。箱に開いている穴よりもクッションの方が大きいのでかなり取り出しにくいです。クッションを潰して小さくしてなんとか出ました。箱の中に入ってある付属品を確認します。開いてある穴が小さいので中のものを取り出すのも大変です。調整したコマとティソのカスタマーサービスの紙、保証内容が書かれている冊子と、安心して時計をお使いいただくために必ずお読みくださいと書いてある紙と保証カードが入っています。最後の保証カードが一番取り出しにくかったです。2、時計全体を見てみましょう。クッションから時計を外して全体を見てみます。ダイヤルは後ほど詳しく見ますので飛ばします。バンドは全体的にヘアライン仕上げが施されていて、一部に鏡面仕上げの部分があるのでキラキラと光ります。ティソの刻印があります。バックルはプッシュボタン付きバタフライクラスプになっています。1853と刻印があります。ダイヤルが鏡面仕上げなのでかなり映り込みがあります。ケースサイズは縦が 39.5mm、横が 40mm です。それではサイドを見てみます。十字の位置に鏡面仕上げのボタンが1つあります。バンドのサイドもヘアライン仕上げで、バックルは鏡面仕上げになっています。反対側も見てみます。ケースのサイドは横向きのヘアライン仕上げが施されています。厚さは 10.9mm です。2時と4時のところに鏡面仕上げのボタンがあります。バンドの裏側を見てみます。裏側も縦のヘアライン仕上げが施されています。鏡面仕上げのバックルの裏側にはステンレススチール P137410A、SSR、AB などの刻印があります。プッシュボタンを押してみます。片方だけ押してみます。次は両方押してみます。拡大してみるとなかなか面白い動き方をしています。クイックリリースブレスレットになっていて簡単に外すことができます。3、ダイヤルをじっくりと見てみましょう。鏡面仕上げのダイヤルにはティソ1853、徐々にピントをずらします。PRX スイスメイドと黒色で書かれています。鏡面仕上げのダイヤルはシルバーでいいと思います。ケースの上側は縦のヘアライン仕上げが施されています。ケースのサイドと上側の面の間に鏡面仕上げの部分があるので立体感が引き立ちます。液晶の部分は数字は細いですが時刻ははっきりとわかります。下の部分に曜日が表示されます。上の部分は機能が表示されます。今は T1 と表示されています。ダイヤルが黒っぽくなっているのは映り込みによるものです。ガラスは傷防止加工サファイアクリスタルガラスになっています。ガラスの部分はサファイアクリスタルガラスなので傷には強いと思います。4、裏蓋をじっくりと見てみましょう。デジタルなので裏付けなどはなく、ステンレススチール製で円形状にヘアライン仕上げが施されています。端の部分に書かれている刻印を読んでみます。ウォーターレジスタント10バー T137463A、 サファイアクリスタル、ティソ、ステンレススチール、WS9N919DN2D などの刻印があります。
10気圧防水と今読んだところだけ刻印の方向が違います。5、リストショットです。PRX のバンドは付け心地も良くて光が当たるとキラキラと光ります。正面からの視認性はいいですが、サイドからの視認性は悪いです。鏡面仕上げのダイヤルは映り込みによってかなり表情を変えます。52,800円という価格ですが、サファイアクリスタルガラスが使われているので傷には強いです。6、時刻の合わせ方です。説明書にはボタンの番号などの記載がないので、この動画では仮に A、B、C とボタンにアルファベットを振って説明していきます。まずはモードを見てみます。A ボタンを押して切り替えます。T1、T2、ラップ、スプリット、タイマー、アラームというモードがあります。もう一度押すと元のデータに戻ります。まずはデータで西暦と日付を合わせます。B ボタンを3秒間押します。西暦が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。B ボタンがプラスで C ボタンがマイナスです。A ボタンを押します。月が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。A ボタンを押します。日にちが点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。日にちを変更すると曜日が変わっているのがわかります。もう一度 A ボタンを押すと設定は終了です。T1 の時刻を合わせます。A ボタンを押してモードをデータから T1 に変更します。B ボタンを3秒間押します。時間が点滅します。B ボタンと C ボタンで時刻を変更します。A ボタンを押します。分が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。A ボタンを押します。秒が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。ボタンの長押しで早送りすることができます。基準になる時計を見ながら A ボタンを押します。12時間と24時間制の設定です。C ボタンを押すと12時間制になります。B ボタンを押すと24時間制になります。A ボタンを押して時刻合わせは終了です。T2 の時刻合わせです。A ボタンを押して T2 にします。B ボタンを3秒間押します。時間が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。A ボタンを押します。分が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。分はボタンを押すたびにプラスマイナス15分動きます。秒は合わすことはできませんが T1 の秒がそのまま引き継がれます。知りたい年の時刻に合わせて A ボタンを押すと設定は完了です。7、機能説明です。A ボタンを押してラップにします。B ボタンを押して計測をスタートします。C ボタンを押してラップを測ることができます。3秒間点滅して現在のタイムに戻ります。もう一度 C ボタンを押すと次のラップタイムが3秒間表示されます。B ボタンを押して計測を終了します。C ボタンを押すと計測したラップタイムを表示することができます。もう一度押すとラップ2のタイムが表示できます。C ボタンを押します。総タイムからラップ1とラップ2のタイムを引いた数字が表示されます。もう一度押すと総タイムに戻ります。C ボタンを3秒間押して計測をリセットします。次はスプリットタイムの計測です。A ボタンを押してスプリットにします。B ボタンを押してスタートします。ランナーが通ると C ボタンを押してスプリットを計測します。C ボタンを押すと3秒間表示が点滅して現在のタイムに戻ります。B ボタンを押して計測をストップします。C ボタンを押すとスプリットを表示することができます。もう一度押すと2人目の数字を表示することができます。3人目のスプリットは計測してないので計測をストップした時の数字に戻ります。C ボタンを3秒間押して計測をリセットします。タイマーの設定の仕方です。A ボタンを押してタイマーモードにします。B ボタンを3秒間押します。時間が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。A ボタンを押します。分も同じように変更します。A ボタンを押します。秒が点滅します。早く鳴らしたいので5秒にしておきます。A ボタンを押して設定を完了します。タイマーを使ってみます。B ボタンを押してスタートします。残り3秒になると数字が点滅します。0秒になると音が30秒間になります。
ボタンを押すと止めることができます。C ボタンを押すとリセットされて設定した数字に戻ります。アラームの設定と使い方です。A ボタンを押してアラームモードにします。B ボタンを3秒間押して時間を点滅させます。B ボタンと C ボタンで変更します。A ボタンを押します。分が点滅します。B ボタンと C ボタンで変更します。A ボタンで設定を完了するとアラームのマークがつきます。A ボタンを押して T1 のモードにしておきます。2分まで早送りします。設定した時刻になるとアラーム音が30秒間になります。ボタンを押すと止めることができます。アラームのオンオフの仕方です。A ボタンを押してアラームモードにします。B ボタンを押すごとにオンオフを切り替えることができます。マークがついている時がオンです。A ボタンを押して時刻モードに戻します。ライトの延長方法です。A ボタンを 0.5 秒押すと5秒間ライトを点灯することができます。点灯中にもう一度押すと5秒間延長することができます。操作音のオンオフの設定です。B ボタンと C ボタンを2秒間同時に押します。音がオフになります。もう一度2秒間同時に押すと操作音がオンになります。T1 で一時的に日付を表示する方法です。B ボタンを押します。モードがデータに変わり日付を5秒間表示することができます。8、夜光です。まずは少し明るいところでライトをつけてみます。A ボタンを 0.5 秒押します。液晶の部分が5秒間白く光ります。次は暗いところでやってみます。明かりを消します。光るものが何もないので真っ暗になります。A ボタンを 0.5 秒押します。ライトが点灯してはっきりと時刻を読み取ることができます。ライトは5秒間点灯します。9、乾燥です。スペックを載せておきます。PRX のバンドとケースに鏡面仕上げのダイヤルとデジタル表示なので周りの時計に比べて違和感があって目立っていたので購入しました。デジタルの表示は普通ですがダイヤルの鏡面仕上げの部分が綺麗で動画を撮っていると自分が映り込むので少し苦労しました。あと説明書がないのとホームページの説明書が英語なので翻訳しながらなので苦労しました。しかもかなり抜けている気がします。この動画が時計を購入する時のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。